ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのラクドスミットを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、悪名高い残虐爪をフィーチャーしたデッキですね。残虐爪は3マナ33威迫なのですが、ダメージが通るとライブラリートップから土地でないカードをめくって、1枚反動していることで踏み倒すことができ、1回でもダメージが通ると凄まじい展開力を持っていますね。ライブラリー操作をしてでかいスペルを踏み倒すのもいいのですが、単純に余った土地などのいらないカードが有効範囲に置き換わっていくので、アルケミーで暴れていたクルシアスのようなカードパワーがありますね。羽の夜のマハは5砲1ディスカード持ちのフィニッシャーで、単純にラクドスはマスト除去を連打していくので、ほぼ除去られることがなく、一気にフィニッシュしていくことができます。また、相手の生物のタフネスを全て1にするというのも地味に強力で、ゲーム終盤に殴れなくなっていた腐食のアラウマも相手のでかい生物と相打ちができ、使ってみるとこの能力も割と有効でしたね。シェオルドレッドのようなタフネスが大きい生物も無視して殴れるので、相手からするとかなり厄介なカードになっています。サイドに採用している大山猫は、基本でない土地の分だけお互いにダメージを入れることができ、ドメインランプのようなデッキに対しては、これ1枚でとんでもないダメージを与えることができますね。ただし自分にもダメージが飛んでくるので、使いどころには注意が必要です。こちらのデッキ、BO3 ランクマッチで調整していたのですが、しっかりと6にすることができましたので、デッキパワーは割とあるかなと思います。はい。ということで実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。残虐爪の活躍は1試合目、2試合目ともに2ゲーム目になりますので、そこだけ見たい方はチャプターをご利用ください。さあやっていきます。こちら後手。2マナ息がないですが、まあキープしていきましょう。さあ相手もラクドス。これは沼を置いた方がいいですね。お、トカゲですね。トカゲかなり当たりますね。まあ新規機タイプとしては、まあ分かりやすく結構ね強いデッキということで。さて、2ターン目は特にアクションは取れずと。ゲームが生き残ると結構きつくなっていきますが、まあ一旦コウモリから入った方がいいかなと。さあ、除去はないが、これはどこも嫌ですが、まあこっちのデッキに、まあパワーカード多いということで、ジャスパーを抜いた方が良さそうな気はしますね。まあただゲブの能力によって、相手の2枚のカードどちらとも、3-2で出てくるということで、結構展開はきついですね。さあ、そしてのど首も引いている。これはもう、どんどんと、展開されていきますね。さあ、3-3出て、からの3-2も出てくる。これはね、かなり厳しいですね。ドレッドで一応、まあ相手のクリーチャーは止まっていくんですが、ただこのターン6点入って、で、さらにジャスパーも出てくるということで、まあかなり厳しい、展開ではありますね。一応同志の方がいいかな。ゲブも嫌ですが、同志はアドを稼がれるということで、さあ残り7点からジャスパーが出てくる。さあこれで6。2点ゲインはしていくんですが、まあ、ジャスパーと相打ちを取る必要があるので、ここは、まあ、刃を出していくしかないですね。うん。まあ、サイズアップしてるのもありますが、あ、引きが強すぎる。サイド行きましょう。まあ、巨大中の終焉は全部、入れていきますね。まあ、トカゲアグロとか、まあ、新環境はね、結構アグロデッキが多いと思われるので、まあ、ギラつく反乱よりも、強大中の終焉を採用した方が、まあ、環境的にはいいのかなという感じですね。まあ、あとは下水を抜いていきますか。さあ、1本目負けて2試合目。まあ、ちょっと土地多いですが、長砲ランドがあるということで、まあ、キープしていきましょう。さあ、まずは長砲で入っていく。ジャスパー、いいですね。さあ、これで2、3という、まあ、展開はあるのですが、赤黒で止まってくる。なんだおー、ショックまで入ってる。なるほど。まあ、かなりアグレッシブ寄りのトカゲデッキですね。さあ、そして同士。まあ、一旦ここは、ジャスパーを出していきましょう。ジャスパーが生き残れば、
まあ、どんどんとね、アドバンテージを稼いでいけるんですが、さあ、ただ、喉首を持っている。さあ、同士で2点入ってからの、これですね。同士は本当生き残ると、かなり強いので、さあ、一旦除去っていきましょう。ただ、これで、ハンドはかなり弱くなっていきましたね。一応メリックスがあるんで、はい。ジャスパーは除去っていきましょう。クリーチャーが欲しい。コウモリか。まあまあまあ。最低限ですね。はい。なるほど。さっきメインで除去っててよかったですね。破壊不能プラス、反コン。うん。さあ、雇われ詰めが出てくる。相手顔面村があるんで、速攻つけて殴っていくことができますね。うん。顔面村ね、ほんと強いですよね。さあ、3点。はい、っていく。お、そして残虐詰め。ようやく引きましたね。相手除去がないんで、この残虐詰めはかなり、強く使っていくことができますね。まあ、この完全に手札に余ってる土地をね、有効範囲に変えていくことができるということで。さあ、相手は顔面村を使って殴っていくことしかできない。残虐詰めで何がめくれるか。まずは4点を入れていく。まあ、土地でないカードはね、弾いてくれるので、有効範囲になるのは確定ですね。コウモリ。まあ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 。現状ちょっと弱めではありますが、まあ手札のその不要牌がね、コウモリに変わっていったっていうことを考えると、まあ普通にワンドロー以上の価値がありますよね。さあ、同士出てくる。まあ同士で、除去がめくれるとまずいので、同士は除去っていきましょう。さあ、これで相手は3点しか入れることができない。まあ残虐攻めがあるので、基本的にこっちがかなり、有利な状況ですね。土地。うん。これも、他のスペルに変えていきましょう。はい。さあ、土地を捨てて、洗う間に変えていく。いやー、いいですね。マナフラ受けがね、かなりあるのが、この残虐詰めのいいところですね。これ東京と、GG。さあ、3試合目も、サイドボード、そのままですね。さあ、残虐詰めがある反動。まあ、悪くないですね。切り崩しから入れて、コウモリ、残虐詰めと展開していけるハンドと。まあ、あとは土地が引けるかどうか。これはアンタップインから行きたいですね。まあ、3ターン目に情報ランドを置いていく形で。で、ちょっと悩ましいんですが、まあ、相手その破壊不能付与とかの、スペルもあったということで、ここはもうメインで除去っていきましょう。さあ、ヤモリ。お、いいですね。これは一旦、情報でいいか。土地はもらっていく。まあ、相手がどんどんと、展開してくれるとありがたいですが。お、ヤモリ。うん。これは展開してくれそうですね。1-3交換ぐらいは取れそうということで。まあ、トカゲデッキに対しては、基本的に、もう兄弟の中の終焉はかなりね刺さっていくので、ということで、一旦流していきましょう。まあおそらくね、次のスタンダードでは、兄弟の中の終焉はかなりね、使われると思うので、まあまだ2枚とかしかね、持ってない方は、買っておくのもいいかもしれないですね。さあ、1-3交換からの、ただ、ツタ打ちが出てくる。これもね、強いんですよね。さあ、土地が出てくるだけで2点を飛ばしていく。一旦、ジャスパーからかな、これは。まあ、残虐詰めも強いんですけど、ジャスパーも、まあ、トカゲ相手は結構ハマると強いですね。さあ、炎呼び出てくる。ただ、1回目は外れ。うん。さて、どうするかな。炎呼びは、基本的に除去らないといけないので、このターンコウモリプラス除去構えの方がおそらくいいかなと。
まあ、仮にこれ除去を構えなかった場合、相手土地を引いただけで4点、はい。これ4点入るんですよね。なので、スタックで、除去っていきましょう。まあ、3点は支払っていくんですが、まあ、どっちにしろね、これ残せないクリーチャーということで。さあ、ジャスパー、外れ外れ。なるほど。うん。まあ、一旦ギックスで、殴っていきましょう。顔面村あるんですが、まあ、パワー3にはならないということで。さあ、2ドロー。まあ、あとは、ゆっくりとやっていくだけですね。次のターン残虐詰めも出ますし、はい、さすがにトヨタ。じじい。さあ、やっていきます。こちら先手。はい、キープしていきましょう。まあ、コウマリから入って、ジャスパーまで、繋がるということで、悪くはないハンドですね。さあ、相手はワンマガリガンでスタート。下水をもらっていきましょう。まあ、有効杯だったら、何でも OK かなという、感じですね。さあ、相手沼からスタート。止まってきているので、切り崩しは持っていると。まあ、相変わらず、ローテ後は黒いデッキが多いですね。相手これジャンドか。ジャンド、密輸人コンボですね、これ。さて。まあ、一旦ここはジャスパーを出していきましょう。で、次のターン、土地が引けたら、切り崩しプラス、下水用で、コケモリを追放までいきますね。お、ただここドローしてくる。なるほど。まあ、相手コンボデッキなんで、まあ、コンボパーツを揃えに行っているという形ですね。さあ、ジャスパー、土地。うん。まあ、ジャスパーは基本的に、60% ぐらいは有効杯を引けるんですが、土地が続いてますね。さあ、コウモリ行きましょう。なるほど。これは6-3を抜いていきましょう。で、このハンドだと相手はもう、次のターンコケモリを出すしかないので、コケモリを除去って下水用まで綺麗に繋がっていきますね。さあ、相手グーワの小道から、まあおそらく緑マナを持ってくるのかなと。うん。これはもう、除去っていきましょう。さて。まあただ相手、密輸人があるんで、結構ね、怖いですね。荒野ブライダン引いたんですが、このターンアンタップインだったらね、荒野ブライダンからの下水用まで行けたんですけど、まあさすがにここは下水用から行きましょう。さあ、コケモリを追放していく。からの5点。まあ言うても、なんだかんだ残り9点ですからね。さあ、ここは、コケモリを出してからの、何もない。うん。密輸人引く。トランプル付与とかはないので、特に使い道はないかな。まあ、相手が、除去を持ってなかったらもう勝てる盤面ということで、まあ、フルで展開して、ミシュラランドも起動して殴っていきましょう。何もなければ、9点は削っていくことができますね。さあ、一気に削り切っていく。GG。さあ、ということで、サイドボードなんですが、まあこれあれですね、グルールランプに、まあコケモリをタッチした形のジャンドランプですね。なんかね、どっかで、結果を残してたやつですね。サイドバグってんな。ジャスパーとか、のど首、メインで使いましたけど、なぜかサイドアウトされている。まあ現在、絶賛、バグが大量発生中ということで、まあ相手に密輸入ランプということで、一貫の終わりは入れていきたいかなと。で、なぜかメインに入れられてる兄弟仲の支援は出していきましょう。このバブ、ほんとね、意味がわかんないんですよね。メインに入ってないカードがメインに入ってたり、メインに入ってるカードがサイドアウトされてたり、謎ですね。あと2枚。まあ、切り崩しと脅迫1枚ずつ抜いていきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。うん。まあ、キープできるハンドですね。
アラウマジャスパーとつなげていきましょう。漂白。一応打ちますか。相手がまあ除去を持ってたら抜いていきたい感じはあるかなと。まあこれは喉首を抜いていきましょう。まあジャスパーはね、結構相手からすると嫌なクリーチャーですね。さあ相手乱反してくる。ただ、まあアンタップインが引けるかどうか。現状手札が、タップインね、3枚ということで。さあ相手は荒野ブライダンを、はい、計画していくと。まあ殴ってみましょう。アンタップインは引けなかったですが、まあアラウマ出せるということで、まあまあまあ、悪くはない、展開ですね。さて、ただ相手もう6マナ出る状況。このターンは何もなし。残虐爪引いていく。さあ、重宝していきますが、正直これトップでもいいかな。このターン残虐爪出しますか。まあ確定でその、アラウマのダメージを入れたいということもあって、さあ残虐爪、キャストから、まあアラウマに乗って殴っていきましょう。相手止まってきてるんですけど、まあ密輸人も小道もあるということで、前が後ろか。さあ、これで3点は確定。はい。ただ2枚目がクロスオズ。なるほど。まあ5点は食らっていきましたが、こちらも、7点を入れていくと。さあ、残り11点。相手、どうでしょうね。全体除去が入っているのかどうか。水にも使っていく。ただカラミティ引かれたんで、ギリギリ耐えてる。カラミティで、荒野ブライダンコピーしたら、12点は入っていきますね。1点残る形ですが、1点残れば11点だったら、まあ逆転は全然可能ですね。ただここはギトラグ。なるほど。さあ、ワンドローから、もう乗っていく。まあ、乱反がしたいと。さあ、荒野ブライダンサクって、4枚ドローからの、何枚出てくるか。めちゃくちゃ出てきた。さて、これどうするかな。まあ、ギトラグ、除去を構えるにしても、1体はおそらく、ブロッククリーチャー残さないといけなくて、とりあえず殴るか。まあ、アンタップインを引けるかどうかでも、ここは変わってきますね。さあ、2体でアタック。アンタップイン土地引いて、で、さらに残虐爪が、いいですね。さあ、一貫の終わり、ギトラグに打っていきましょう。まあ、切り崩しはいらんか。はい。なるほど。次のターン、まあ、暴君着地が確定と。一応、荒野ブライダンからのカラミティも考えないといけないので、喉首は絶対に構えないといけないですね。ということで、このターンは、ジャスパー出して、除去を構えていきましょう。さあ、なんとか、しのぎましたが、まあ、相手がカラミティで来てくれると、まあ、ありがたいですが、どうでしょうね。さすがに、まあ、荒野ブライダンプラス、はい、暴君ですね。さあ、3点ゲインで残り9点。ミシュランド起動した場合は、1体ブロックされて、9点分はある。相手が何も持ってなければ、勝ってますが、さあどうでしょ
相手小道があるんで、まだわからないですね、これは。お、脅迫引く。これはまあ、安全確認してからいけますね。さあ、まずは手札を確認。うん。ただ、まあ、馬で7点分引いたらまだ負けがあるんで、まあそこだけですね、あとは。さあ、フルパンしていきましょう。なんとか。お、まだここ負けありましたが、投了してくれましたね。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。